山岡慶一郎。1930年京都に生まれる。大阪にて松下幸之助のもとに学び、1945年6月の大空襲から逃れ、京都に疎開。国家警察事務官の職を経て、妻と共に洋裁店を始め、持ち前の商才を発揮。終戦後の経済成長とともに次々と事業を成功に導く。その経営手腕と人心をつかむ話術で人々との縁をつなぐ山岡慶一郎氏。95歳。京都経済界の今なお現役の重鎮である。全然思っておりませんよ。重鎮と思ってらっしゃる？思ってません。はい。文鎮みたいなもんです。戦後激動の日本を駆け抜けてきた山岡氏の軽やかな足取りを追った。なんで松下へってうちの母親が偉かった。母親がね、何かの時に松下の共済組合の機関誌みたいなのがあって、そこに松下幸之助の言葉が載ってたらしい、いろいろ。でそれを持ってて私に「慶一郎や松下とこ行くとこんな偉い本が出てんや」と。で幸之助さんという人はなかなか学歴がないけど偉い人やでって言って「行ったらどこや」言うて。とか社員養成所の試験が難しいねこれまた、なかなか入れへんねんけど、だから結局1年浪人して、小学校出て高等小学校入ってそれから受けたんや。幸之助さんがここの所長や。所長。松下幸之助さんってどんな方だったんですか？もう優しい人やったね。優しい。僕なって僕な嫁さんに頭上がらんねんって、体弱いやろ、だから食べ物にも気ぃつけてもらわなんし、でおいしいものだからより食べへんけど、体が弱いから嫁さんにいつも怒られてんねん。やっぱりな私みたいになろうと思ったらな、皆さんがまだ17歳からそこらやから気張ってやらなあかんやけども、松下精神ってあるやろ。産業報告の精神とか謙譲美徳の精神とか奈良精神をいつも唱えてるやろ。そしておまけに勉強もしてくれるやろって言って、だから要するにそういうことで皆さん勉強せなあかんよって言わはって、ほんで僕はもう松下の今でも42人の同級生の名前覚えてるよ。天川東伊垣北に大隅上野上村宇佐岡島大西渡川上神野角野片岡木野原小林関城白橋佐久島高田辻津賀徳平富田松永宮本村松桃田八木山岡山本42人。これ松下の通知簿やね。これほら。で成績どうです？優秀でしょ。本当だ。君は優秀であるけど負荷のある点はお持ちこらず今後に努力すべしって負荷あるやん。負荷がなんて材料及び工作法の先生気になる境に僕は級長の命令で白紙で出したやん全部。さっきからカチンと京都が負荷つきよってここ出ると松下の幹部になるわけよ。で僕はならないんだ。やめて。もしなってたらどっかの社長になってますけどね。大阪で焼けましたが昭和20年のそうですね、6月7日宮古島爆撃で家全滅でしょ。昨日今まで京都に来たんですね。まあその時の京都人が冷たかったね。焼け出されって言って、だからその時にはなんと世間っていうのはこんなもんやなと思ったんですね。ほんでやっぱり汚い服装でしょ。そら焼け出されですから汚い目で見るし家も貸してくれない。
ね、ほんで6畳下間に3人が入る惨めな生活をしましたわ。はい。それ面白かったのはね、その僕は京都駅でかわいそうや言うてね、連れて帰ってきたわ。ホームレスを連れて帰ってきたよね、家族がね、はい。うちの家がホームレスみたいなのにね、あんたホームレスみたい汚いんやないかって言うけどね、ホームレスも3日いて教職で帰ってはで反物をね持ってきたんですよ。私が勤めてたところがもう潰れて、これしかお礼がないんですって反物を一つ置いて帰ったことがあるんですよ。それから僕はね、自分が境遇が悪いのにね、元境遇の悪い人を連れて帰ってね、家族が「あんたアホとしちゃおうか」言われたことあるけどね、やっぱそういうこういうことがあったからスリランカに援助に行ったよね、やっぱり。こう貧しい人に援助しようとか貧しい国に援助しようという気持ちは今でも変わらないですよ、やっぱり。だからその時のホームレスを連れてきた時に、自分よりもこう境遇の悪い人を何とかしようという気持ちが強い。で19歳の時に国家警察職員募集ってあったから、警察官違うさかええと思って受けて、ほんで警察初期言うて正式職員でないから初期で入って、ほんで事務官試験が1年後になった。1年後あった事務官になった。なんと国家警察事務官になると2等になれた。だからな、これは偉いもんになったな、20歳で偉いもんになったなと思って。私はね、なんと勘違いしたんやけど、幹部候補生に何言われたわけや。警察の幹部試験を受けて、受かるとすぐ警部補になるわけ。でそれがちょんちょん行くと本部長になるわけない。とこ私が前金をね、警視総監にならなんだ嫌やって言うたわけだから皆がね「アホか」って言って「本部長になったら上手や」って言うから、そんなもんどっか偏僻な本部長嫌やって言うたから、みんなが「アホか」って言う「アホか」言うて、ほんで途中でやめて茨ないわゆる実業界乗り出したわけですわ。彼女は7年間付き合ってた。あと山さんがな「もう早う結婚してよ」って言われて「7年になるのよ」って言われて「あそっか」ってで嫁さんが結婚の条件に私は洋裁店を開かしてほしいという条件で、だから洋裁店になるためには大丸ドレスメーカー女学院に通わせてほしいと。で結婚してすぐ大丸ドレスメーカー女学院に通って、ほんでドレスメーカーになるための道を選んで洋裁店を開いたわけです。ほんで洋裁店開いてやってる時に、私はこれは私も一緒にやった方がいいと思って、経営コンサルタントっていうのは後で名乗るわけやけども、ボラボラしてたらあかんさかいということで繊維卸業者を望んで、で大阪のドブ池繊維を仕入れに行って、それを売ってイージーオーダーとかのやりだしたわけですよ。また YMCA の総主事が今度ホテル学校作るんやと、先生になってくれへんかって言ったから「いやとんでもホテルのこと知りませんよ」って言うたけど「なってくれ」っていうさかいにもう3日後に迫ってるわけや。本屋行ってホテルの本買うてきたらもうこれははったりでいかんしゃあないと思ってほんでパッと見たらホテルの創始者でスタッドラーっていうのがいるんやと。スタッドラーホテルというのはすごいもんやった。ほんで教団の入って足はカタカタやけど一番最初に生徒はみんな知らへんから「君にこれからホテルのことを知る」いまだに覚えてますよ。スタッドラーとしては偉い人やと。君ホテルの真ん中のノブの真ん中に鍵穴があるの知ってるやろ。はいってなんでや。ホテルが停電になった時に手探りの時に鍵穴が
ノブのとこに真ん中に金があったら誰でも入れられるやろ。偉いやろサトラーって。でサトラーこういうこと言ったと、公式を言ったと。バリュー V はイコール P 分の Q プラス G プラス S やと。一日でそれを意識も覚えるで V は何か価値というものを測るときにイコール何かって言うたら払ったお金ペイで分のクオリティやと。でクオリティもいろいろある、このホテルは立地条件が富士山の横に立ってるか、谷の横に立ってるか、街中にあるか、田舎の方にあるか、それから洋館であるか和装であるか、それからその設備は整ってるか、それから従業員のサービスがええか、料理がおいしいか。だから Q というものは Q1、Q2、Q3 って何分もあるんやと。でそれが出来上がって評価が上がってきたらこの次にいわゆるG があると。G というものはグッドウィルやと。知らんこと言うてんねん自分で。グッドウィルということは何か。これはね、まあ将来ではブランドというんやと。だから波乱万丈ですわ。ペーパーサンタになったのは YMCA の今のもうはったりいわゆるホテル学校の先生してて7年間やってて、ほんで YMCA の先生は山岡っていうのはなんか教えうまいでいうことで経営指導員として京都府に雇われたわけや。だから京都府の商工部の経営指導員として中小企業を教えに行ったわけや。出ようと思わなかったんですか？京都の中で生きていこうっていう。いや結局京都がふるさとやから、入ってきたりね、差別されたよ。焼け出されて汚い6畳一間に3人入ってないからね。公衆便所も借りに行かん、お風呂も借りに行かんね、結局なんせ冒険が好きなんでまあなんせ茨の道を歩くということは大事だと思うから。人生は冒険。常に新たな場所へと歩みを止めることのない山岡市。そのひょうひょうとした足取りの先にあるものとは。後編へ続きます。